皆様こんにちは、セイナです。今回は8月4日発売、ジルスチャートビューティーの新作アイシャドウ、ブルームクチュールアイズジュエルドブーケの01番シンビジウムカメオ、02番ビオラーメジスト、03番デイジートパーズ、04番シンビジウムガーネット、そして05番のネギネクリスタル、全5色をご紹介していきます。今回のジルスチャートビューティーの新作アイシャドウは宝石のようなきらめきがテーマとなっていて、ジルスチャート史上最高レベルの大粒パールを使用しているということで、どんな感じの質感なのかとても注目ですよね。今回は新色として発売された全5色を1色ずつの単色塗りとそれぞれのパレットのメイクルックを作って質感や発色、カラーなどをご紹介した後に、以前から発売されていてこちらも人気のブルームクチュールアイズとの違いについても比較していきますので、質感やカラーなど迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ジルスチャートビューティーフォールコレクション。視線を奪う花びらの濃密な色彩。咲き誇る花々から心ときめく花を束ねたら、仕上げにジュエルの魔法を。今回ご紹介していくのはこちら、ジルスチャートビューティーブルームクチュールアイズジュエルドブーケ。きらめき華やぐ満開ジュエルブーケアイ。宝石のような輝きで仕上げるアイカラーパレット。花びらのような濃密な彩りをのせたまぶたを宝石のようなきらめきで仕上げる5色のアイカラーパレットが新発売。リッチな輝きが持続するジュエルブリンクカラー1色と、肌に密着して透明感を与えるスフレブライトカラー1色、繊細で濃密な彩りを与えるブーケカラー3色の異なる質感と発色のカラーが一つになったアイカラーパレットです。ジュエルブリンクカラーは最後の仕上げとしてまぶた中央や涙袋などに指でのせると、宝石を散りばめたように美しい輝きやツヤ、濡れツヤ感や立体感を与えることができます。スフレブライトカラーはまぶたにしっかりと密着し、アイベースの役割をするので、発色や化粧持ちを向上させます。その上に濃密な発色のブーケカラーを重ねることで、繊細でありながらブーケのような華やかさのあるアイメイクを楽しむことができます。01番のシンビジウムカメオは、カメオのような輝きとシンビジウムの花のようにエレガントなピンクベージュのセット。02番ビオラアメジストは、アメジストのような輝きとビオラの花のように透明感のあるパープルピンクのセット。03番デイジートパーズは、トパーズのような輝きとデイジーの華やかさがあるオレンジピンクのセット。04番カランディーバガーネットは、ガーネットのような輝きとカランディーバの花のように幸福感のあるボルドーモーブのセット。そして05番のネギネクリスタルは、クリスタルのような輝きとダイヤモンドリリーのような可憐さのあるピンクレッドのセット。今回は新色として登場したこちらの全5色をご紹介していきます。それでは早速01番のシンビジウムカメオから1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきたいと思います。ブルームクチュールアイズジュエルドブーケは3つの異なる質感が1つになったパレットで、まずこちら中央の A のカラーはリッチな輝きが持続するジュエルブリンクカラー。続いて左隣の B は
肌に密着して透明感を与えるスフレブライトカラー。そしてこちらから C、D、E の3色が繊細で濃密な彩りを与えるブーケカラーという構成になっています。01番のシンビジウムカメオは A のカラー、大粒ピンク、ブルー、グリーン、シルバー、ゴールドパールのジュエルブリンクカラー。こちらのジュエルブリンクカラーはジルスチャート史上最高レベルの大粒パールを配合したということで、手元で見た時も通常のブルームクチュールアイズよりもかなりラメとパールのきらめきを強く感じましたが、まぶたにのせてもこんな感じでやりすぎ感もなくとても繊細ですが、しっかりとしたきらめきとツヤめきを感じられます。はい、まずは A のジュエルブリンクカラー、まぶたの上にのせてみるとこんな感じでした。軽くてさらりとしている粉質なところはブルームクチュールアイズととてもよく似ていますが、やはりこちらのジュエルブリンクカラーはジルスチュアート史上最高レベルの大粒パールを配合しているというだけあって、一色でもこんな感じでしっかりとしたパールと大粒ラメによるきらめきを感じられる濡れツヤ感のある仕上がりでした。ただこのくらいしっかりと輝きますが、かなり粉質が軽いタイプなので、まぶたはさらりとしていてラメ飛びが気になるという感じでもないので、濡れツヤ感が出るパールやラメタイプのアイシャドウを塗るとまぶたのしっとり感やラメ飛びが気になるという方にも使いやすい印象です。そしてカラーとしてはパレットで見るとこちらのオレンジっぽいベージュ系のイメージでしたが、まぶたの上に乗せてみるとカラー説明にあったようにブルーやグリーン、シルバーなどのラメがきらめくので、パレットのイメージとは反対に透明感をしっかりとアップさせてくれるようなラメカラーでした。続いて B、ピンク、シルバーパールのスフレブライトカラー。スフレブライトカラーは肌への密着感が高いので、アイベースとしての役割も果たしてくれるとのことでした。手元で見た時はそこまで他のカラーと粉質に違いは感じませんでしたが、まぶたの上にのせてみると反対に塗っているジュエルブリンクカラーよりもしっとり感があって、確かにまぶたへの密着度が高いように感じます。はい、B のスフレブライトカラーはこんな感じでした。まぶたの上にのせてみると重たくなるタイプではないですが、かなりしっとり感があって肌にピタッと密着してくれるようなタイプだったので、ブランドからの説明の通りアイベースとしての役割も果たしてくれるような、ベースになってくれるようなカラーだなと感じました。そしてスフレブライトカラーは反対に塗っているジュエルブリンクカラーとは異なり、ラメというよりもパールによる発光するようなツヤが感じられるので、この明るめのピンクカラーの中にシルバーの発光感を感じるところがふんわり感と透明感を両立していてとても可愛いです。ジルスチャートのアイシャドウは全体的にさらりとしていて軽い粉質のアイテムが多いイメージだったので、こちらのスフレブライトカラーはかなりしっとりとしていて肌なじみもとてもいいです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C、ピンク、シルバー、ゴールドパールのブーケカラー。こちらはパレットの中でも3色入っているブーケカラーです。このブーケカラーは全体的にジルスチャートのアイシャドウの中でも発色がいいタイプだなと感じました。まぶたの上にのせてもこんな感じでミディアムカラーくらいの発色をしてくれるタイプですね。はい、C のブーケカラーはこんな感じでした。ブーケカラーもまぶたの上にのせてみると、先ほど塗った B のスフレブライトカラーと同様、ジルスチャートの他のアイシャドウと比較するとしっとりとしている粉質でした。そして手元で見た時よりもよりしっかりとまぶたの上にカラーが発色してくれました。質感としては全体的にパールが効いているというタイプではないので、ふんわりとした印象ですが、この粉質のしっとり感のおかげでふんわり感の中に程よく内側からにじみ出るような発色を叶えてくれています。そして角度によって大粒のシルバーラメが効いているところがとても可愛いです。今回のアイシャドウは手元で見るよりも実際にまぶたの上にのせてみた方が粉質の良さを感じられるような印象です。
続いて D、ブロンズパールのブーケカラー。こちらも反対に塗っている C と同様のブーケカラーですね。やはりこちらも手元で見た時よりもより粉質がしっとりとしていて、発色もよく感じます。しっかりと影の役割を果たしてくれそうな深みのあるカラーですが、ふんわりとしたイメージなので、そこまで暗くなりすぎないところも使いやすいです。はい、D のブーケカラーもこんな感じの仕上がりでした。こちらも反対に塗っている C のブーケカラーと同様、まぶたの上にのせてみると、よりしっとりとした粉質でしっかりと発色を楽しめるようなタイプでした。カラーとしてはこのパレットの中でもくすみニュアンスが強いですが、ふんわり感と内側からにじみ出るような発色の効果で、しっかりと陰影をつけてくれますが、そこまで暗くなりすぎないところがさすがジルスチュアートの色出しだなという印象です。このモーブ系のベージュカラーもとても可愛いですよね。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。そして最後 E、ピンク、ブルー、ゴールド、ブロンズパールのブーケカラーです。こちらのブーケカラーは C や D よりもよりパールによるツヤと微細なラメのきらめきを感じられる印象ですね。はい、最後 E のブーケカラーはこんな感じでした。C と D のブーケカラーよりも全体的にパールによるツヤや微細なラメによる輝きをしっかりと感じられるカラーだったので、こちらのカラーはふんわりとしたイメージというよりも全体的にツヤっぽい印象に仕上がりました。カラーとしては D のカラーとニュアンスが似ている印象でしたが、こちらの E のカラーの方がより寒色寄りのパープルといった感じの印象で、しっかりと透明感を引き出したいけれど陰影もつけたいという時に活躍してくれそうです。最後 E のカラー着てみるとこんな感じです。ではここからは01番の新ビジウムカメオ全色を使ったメイクをご紹介していきます。今回はブランドでも推奨している通り B のスフレブライトカラーをベースとして塗った上に C から E のブーケカラーを重ねて、最後に仕上げとして A のジュエルブリンクカラーを重ねるような使い方をしてみたいと思います。まず B のスフレブライトカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらのスフレブライトカラーはしっとり感とまぶたに明るさを出してくれるようなカラーだったので、ベースとして塗っていくとより他のカラーの発色を高めてくれそうだなと思いました。パールによるツヤも綺麗なので、こちらをベースに仕込んでおくと全体的にツヤっぽいアイメイクに仕上げてくれそうなところもいいですよね。続いて C のカラーをアディクションのアイシャドウブラシ B の01に取って、先ほどの B のカラーの上に全体的にのせていきます。こちらのブーケカラーはしっとりとしていますが軽い粉質なので、指でもかなり塗りやすかったですが、今回使用しているアディクションのアイシャドウブラシのように柔らかくて毛が密集しているタイプのブラシを使うと、こちらのアイシャドウのツヤ感とふんわり感はそのままに、よりまぶたの上にしっかりと発色させられる感じがしたので、今回はこちらのブラシを使っていきます。B のスフレブライトカラーの上に重ねるとパールによるツヤ感が増すので、よりふんわり感とツヤ感の質感の違いを楽しめて立体感が増していきます。続いて D のカラーをブラシに取って、黒目の外側から目尻に向かって締め色として塗っていきます。続いて E のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。深みとくすみ感のあるカラーですが、まぶたの上にのせてみるとパール感と微細ラメの効果で深みの中にも透明感を感じられるカラーなので、しっかりと下まぶたを引き締めつつも程よい明るさを出してくれるようなカラーです。チップでつけてもこんな感じで濃くなりすぎないのでカラー調整もしやすいタイプです。最後 A のジュエルブリンクカラーを指に取って上まぶたの
黒目の中心にトントンとのせて、そのまま付属のチップの一番細いタイプに戻って、下まぶたのまつげの際にもアクセントとしてラメをのせていきます。そこまでベースのカラーを感じないタイプの大粒ラメとパールのカラーだったので、ベースに深みのあるカラーをのせておくことで、よりラメが際立って可愛いですね。はい、こんな感じで01番のシンビジウムカメオ全色を使ったメイクが完成しました。やはり今回のパレットは単色でカラーを見ている時も感じましたが、手元で見た時よりもまぶたの上にのせた方がよりしっかりと発色をしてくれるタイプだったので、全色を組み合わせてみるとこんな感じで、濃くなりすぎてしまってカラー調整が難しいというタイプではないですが、しっかりとカラーのニュアンスも楽しめることができました。そして今回 B のスフレブライトカラーをベースに塗ったことで、全体的にふんわり感の中に程よいパールのツヤ感も感じられて、さらに上から A のジュエルブリンクカラーをポイントで重ねたことで、ふんわり感とツヤ感、そしてラメによる立体感を出すことができて、同系色でまとまっているパレットですが、しっかりと目元に陰影感と立体感を出せたところがとてもいいなと思いました。発色はしっかりと楽しめるタイプでしたが、どのカラーにもふんわり感とツヤ感があったので、カラー同士の境目がとても綺麗に馴染んでくれて、アイメイクのグラデーションを作るのが苦手という方にもとても使いやすいと思います。こちらのアイシャドウは実際に使用してみるとより可愛さを実感するようなタイプだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いてはこちら02番のビオラアメジストです。まずは1色ずつ単色塗りでカラーを見ていきます。まずは A のジュエルブリンクカラー、大粒ピンク、パープル、ブルー、グリーンパールのカラーです。先ほどの01のパレットも透明感をしっかりと感じられるようなピンク系のパレットでしたが、こちらの02番の方がよりパープルの要素が強いので、さらにしっかりと透明感をアップさせてくれそうですよね。A のジュエルブリンクカラーもこんな感じで、ベースにもうっすらと白っぽい明るめパープルのカラーを感じることができて、その上にさらにピンクやパープルやシルバーのラメを感じられます。はい、A のジュエルブリンクカラーはこんな感じでした。先ほどの01番のパレットよりもベースのカラーにほんのりと明るめのパープルカラーを感じられましたが、それでもやはりジュエルブリンクカラーはベースのカラーがしっかりと発色するというよりも、素肌の透け感が残るようなベースに大粒のラメが輝くようなタイプでした。そしてまぶたの上にのせてみると、ピンクやパープル、シルバー系のラメが目立ちましたが、何度か重ねていくことによって濃いめのブルーやグリーンのラメも感じることができたので、このブルーやグリーンの効果でよりしっかりとした透明感を感じられます。続いて B のスフレブライトカラー、シルバー、ゴールド、グリーンパール。こちらのスフレブライトカラーもしっとりとしていて、まぶたに密着するような質感です。先ほどの01番のスフレブライトカラーはパールによるツヤを感じられるタイプでしたが、こちらはパールによるツヤの他にも大粒のラメのきらめきも楽しめます。はい、B のスフレブライトカラーはこんな感じでした。肌に馴染む明るめピンクのカラーがうっすらとついた上に、パールによるツヤの他にもシルバーやこちらにもグリーンのラメのきらめきをしっかりと感じられます。こちらのカラーはニュアンス程度の発色で、ツヤやラメによる透明感をアップさせてくれそうなベースカラーになりそうです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のブーケカラー、大粒ピンク、パープルパール。C のブーケカラーはこんな感じで、他のブランドのパープルパレットよりも
かなり明るめで青みの強いパープルカラーという印象ですが、まぶたの上にのせてみると意外と発色がナチュラルなので、まぶたに透明感を与えたい時のポイントカラーとして使えるようなイメージです。こちらのカラーにも多色のラメがしっかりと効いています。はい、B のブーケカラーはこんな感じでした。パレットで見た感じだと少し使いにくそうかなという印象ですが、まぶたの上にのせてみると発色がナチュラルだったので、こちらのカラーもベースやポイントとして使えるような印象だなと思います。ふんわりとしたベースにピンクやブルーのラメがキラキラと輝く感じが可愛いです。02番のパレットはパールによるツヤというよりもラメによる輝きが全体的に効いている印象ですね。続いて D のブーケカラー、シルバー、パープルパール。こちらのカラーは反対に塗っている C のブーケカラーとは対照的にカラーがしっかりと発色して、微細なラメやパールによるツヤというよりもふんわりとした質感を楽しめるようなカラーです。はい、D のブーケカラーはこんな感じでした。こちらのカラーは B や C とは対照的に微細なラメによる輝きも感じにくく、パールによるツヤ感もあまり感じないふんわり感と発色を楽しめるようなカラーだったのと、カラーもどちらかというとブルー寄りのパープルの色出しが多い02番のパレットですが、こちらはピンク寄りのパープルカラーといった感じなので、全色を組み合わせてメイクルックを作った時にとてもよくバランスをとってくれそうだなという印象です。やはり今回のパレットはパールやラメのカラーもとても可愛いですが、こちらのふんわりとした質感もとてもいいですよね。C のカラーと D のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。最後 E のブーケカラー、ピンク、シルバーパール。こちらのカラーは今回のパレットの中で一番しっかりと深みを感じるような発色ですね。そしてやはりこちらも少しパールによるツヤは感じますが、先ほどの01番のパレットよりもパールによるツヤは控えめな印象なので、やはりこちらの02番のパレットは全体的にパールによるツヤというよりもラメによるきらめきがメインになったパレットなのかなという印象です。はい、最後 E のカラーはこんな感じでした。こちらも D と同様のふんわりとした質感に微細なラメがキラリと輝くような仕上がりです。カラーとしてはパープルニュアンスを感じるようなブラウン系といった印象なので、今回の様々なパープルカラーが楽しめる02番のパレットをうまくまとめてくれそうです。着てみるとこんな感じです。それでは02番のビオラアメジスト全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のスフレブライトカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて D のブーケカラーをアディクションのブラシに取って先ほど塗った B のスフレブライトカラーの上に全体的に重ねていきます。B のスフレブライトカラーには微細なラメによるきらめきを感じられたので、こちらのカラーをベースに塗ることで今塗っている D のカラーのふんわり感の中にラメのきらめきが足されますね。続いて E のブーケカラーをブラシに取って上まぶたの黒目の外側から目尻に向かって締め色としてのせていきます。こちらの D と E の2色で組み合わせると少し大人っぽい印象に仕上がりますね。続いて付属のチップの太い面に C のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。上まぶたは深めでラメ感が少ないカラーで仕上げたので、下まぶたは明るさとラメを感じるカラーを入れてバランスをとっていきます。下まぶたにこのブルーニュアンスのパープルカラーを入れることで一気に透明感がアップします。最後に A のジュエルブリンクカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとアクセントでのせた後、そのまま付属のチップの
一番細いタイプにも取って、下まぶたのまつげの際にもラメを入れていきます。はい、こんな感じで02番のビオラアメジスト染色を使ったメイクが完成しました。こちらの02番のパレットはふんわりと高発色なカラーと大粒のラメによるきらめきをしっかりと感じられるカラーがミックスされているようなパレットだったので、今回ベースにはラメが控えめのふんわりカラーをのせた後に上から大粒のラメを重ねることで A のジュエルブリンクカラーのパープルやピンクのラメはもちろん、ポイントで入っているブルーやグリーンのラメもしっかりと効いたメイクに仕上がったかなと思います。そしてこちらのパレットも全体的にパープル系のニュアンスでまとまっていましたが、ブルー寄りのパープルとピンク寄りのパープル2種類が楽しめるので、今回はピンク寄りのパープルカラーをメインに使ってなじませやすいメイクに仕上げましたが、下まぶたに塗ったブルー寄りのパープルカラーを重ねるとさらに透明感をアップさせたパープルメイクも楽しめるんじゃないかなと思います。一つのパレットでいろいろなニュアンスが楽しめそうなところもとてもいいなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いては03番のデイジートパーズです。まずは1色ずつの単色の色をご紹介していきます。まず A のジュエルブリンクカラーです。大粒ピンク、ゴールドパール。全体的にピンクやパープルのニュアンスが効いているカラーが多い印象の今回の新作アイシャドウですが、こちらの03番のカラーは温かみを感じるオレンジピンクといった印象で可愛いですよね。こちらはベースにうっすらと肌なじみのいいオレンジカラーを感じて、その上に微細なゴールドと大粒のシルバーなどの多色ラメを感じます。はい、A のジュエルブリンクカラーはこんな感じでした。01番や02番のパレットよりもベースにほんのりとついているカラーの発色が意外と感じられるのと、このカラーの他にも微細なゴールドのラメがぎっしりと詰まっている感じがするので、他のジュエルブリンクカラーよりもより肌なじみがいい印象です。ただこちらにもオレンジのニュアンスの他にもピンクのラメなども効いているので、可愛らしさも感じるようなカラーだなという印象です。続いて B のスフレブライトカラー。ピンク、シルバー、ゴールドパール。B のスフレブライトカラーはこんな感じで、パレットで見るともう少し明るめのピンクカラーが乗るのかなという印象でしたが、まぶたの上に乗せてみるとくすみ感の強いピンクのベースがついて、その上にシルバーの微細なラメを感じるような印象です。はい、B のスフレブライトカラーはこんな感じでした。かなり肌なじみのいい明るめのピンクカラーですが、少しくすみ感のニュアンスを感じるので、透明感があるピンクというよりも大人っぽいピンクといった印象の仕上がりでした。そしてこちらにも適度なパールによるツヤは感じられますが、さらにその上に微細なシルバーラメによるきらめきも感じられました。パールによるツヤと微細なラメのどちらも楽しめるようなスフレブライトカラーです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のブーケカラー。ピンク、シルバー、ゴールドパール。C のブーケカラーはこんな感じで、しっかりと発色もしつつ、パールによるツヤと微細なラメの輝き、どちらも楽しめるようなタイプです。ふんわりした質感というよりは、高発色だけどツヤ感とラメ感を楽しめる感じなので、夏らしいアイメイクに仕上げたい時にも活躍してくれそうです。はい、C のブーケカラーはこんな感じでした。01番や02番のパレットではあまりなかった高発色のタイプですが、ふんわり質感というよりもパールによるツヤと微細なラメの輝き、どちらも楽しめるような質感でした。そしてこちらのカラーはベースはオレンジが発色しますが、角度によってパールがピンクっぽく発色するところがとても絶妙です。柔らかさと明るさを感じるようなオレンジカラーですね。続いて D のブーケカラー。ピンク、シルバー、ゴールド、ブロンズパール。
B のカラーもしっかりと発色をするタイプですね。こちらはふんわり感の中にパールによるツヤを感じられるようなブーケカラータイプです。はい、B のブーケカラーはこんな感じでした。こちらはふんわりとした質感の中に程よいパールのツヤめきを感じるようなブーケタイプでした。B のスフレブライトカラーと同様、明るめピンクですが、どこか絶妙なくすみ感も感じるので、ふんわりとした質感の中に大人っぽさも感じるような仕上がりです。反対に塗っている C の明るめオレンジのカラーと組み合わせると、ちょうどバランスが取れそうで可愛いです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。そして最後 E のカラー、ピンクブロンズパールです。B もこんな感じでしっかりとカラーの発色を楽しめるタイプですね。こちらの03番のパレットは全体的に高発色のカラーが多い印象です。そしてこちらの E のカラーはふんわりとした質感で、パールによるツヤやラメは感じにくいタイプでした。はい、最後 E のカラーはこんな感じでした。こちらのブーケカラーはパールによるツヤやラメによるきらめき、どちらも感じにくいようなふんわりとした質感がしっかりと出て、カラーも高発色で深みがあるので、しっかりと締め色としてパレットをまとめてくれそうだなという印象です。そしてカラーがとても絶妙で、深みのあるオレンジブラウンのようなニュアンスですが、少しレッドピンクのような要素も感じられるので、このパレットに入っているオレンジカラーにはもちろん、くすみ感のあるピンクカラーの締め色にも使いやすそうです。印チャートの程よく深みのあるカラーの色出しはとても絶妙なものが多いですよね。E のカラー引きで見るとこんな感じです。では03番のデイジートパーズ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まずは B のスフレブライトカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて C のブーケカラーをブラシに取って先ほど塗った B のスフレブライトカラーの上に全体的に重ねていきます。B のカラーにくすみピンクのようなニュアンスが効いていたので、この上にこの C のカラーをのせるとオレンジの明るさが少し柔らかく発色して大人っぽいニュアンスになってとても可愛いです。続いて E のブーケカラーをブラシに取って上まぶたの黒目の外側から目尻に向かって締め色として塗っていきます。オレンジのカラーとオレンジブラウンのグラデーションですが、ベースに塗った B のスフレブライトカラーにくすみピンクのニュアンスが効いていたり、今塗っているオレンジブラウンのカラーにも少しレッドピンクのようなニュアンスが効いていたりするので、とても大人っぽいです。続いて付属のチップの太い面に D のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。最後に A のジュエルブリンクカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。そのまま付属のチップの一番細い面にも取って下まぶたのまつげの際にものせていきます。ベースにしっかりと発色するくすみピンクのカラーを塗っているので、下まぶたにさらにラメを組み合わせるとこのオレンジのニュアンスと大粒ラメが効いて可愛いです。はい、03番のデイジートパーズ全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは明るいオレンジのカラーの他にもくすみ感の効いているピンクが入っていたり、今回締め色に使ったブラウンのカラーがオレンジブラウンといったイメージの発色ですが、少しレッドピンクのようなニュアンスも感じるような絶妙カラーだったので、今回はオレンジ系をメインに使ったメイクに仕上げてみましたが、それでも子供っぽい印象のオレンジメイクにならなかったところがすごくいい配色のパレットだったなと感じました。そして全体的に高発色なカラーが多かったので、上まぶたも
下まぶたに入れたくすみピンクのカラーもしっかりとカラーが生きています。ただこちらも高発色なカラーが揃っていますが、パール感やラメ感が効いているので、こんな感じでカラー同士も綺麗に馴染んでくれました。着てみるとこんな感じです。では続いて04番のカランディバガーネットです。まずは1色ずつ単色塗りでカラーを見ていきます。まず A のジュエルブリンクカラーは大粒ブルー、パープルパール。こちらは他のジュエルブリンクカラーよりもさらにラメのきらめきがしっかりと感じられるような印象です。はい、まず A のジュエルブリンクカラーはこんな感じでした。ベースには透け感が残るような仕上がりですが、やはりこちらはしっかりとまぶたの上に重ねていくと、他のジュエルブリンクカラーよりもさらにラメが大粒で、ラメのきらめきがしっかりと感じられるような印象だったので、ラメの密度が高い分、ベースにもうっすらとアイスブルーのカラーが発色しているようなイメージです。大粒のブルーラメの他にも、ピンク寄りのパープルカラーのラメが効いていて、とても可愛いです。続いて B のスフレブライトカラーは、大粒ブルー、グリーンパール、ピンク、シルバーパール。こんな感じで、しっとり感とツヤ感もありながら、さらにラメも感じられるようなタイプですね。こちらも A と同様、結構ラメが大粒ですね。はい、B のスフレブライトカラーはこんな感じでした。ベースのカラーはホワイトに近いような発色だったので、上から重ねる他のカラーを邪魔せずに使いやすそうですが、A のカラーと同様の大粒のブルーパールがキラキラと輝いています。しっとりとした質感とツヤ感、そしてラメ感まで楽しめるタイプのスフレブライトカラーでした。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のブーケカラーは、大粒ピンク、ゴールド、グリーンパール、ピンク、パープルパール。こちらの C のカラーは、ブランドからのカラー説明を見ると、他のカラーよりもかなり配合しているパールの種類が多いですが、まぶたの上に乗せてみるとこんな感じで、意外とベースはふんわりとしているタイプのブーケカラーで、一つ一つのパール自体はかなり微細なので、そこまでギラギラになってしまうという印象ではないですね。はい、C のブーケカラーはこんな感じでした。こちらはふんわりと高発色なベースに、パールによるツヤというよりもラメによるきらめきを感じるようなタイプでした。そしてラメもカラー説明で見ると、他のカラーよりもかなり多くの種類が配合されていましたが、実際にまぶたの上に乗せてみるとこんな感じで、一つ一つのラメはかなり微細なので、そこまでギラギラした印象にはならないですが、よく見ると微細な多色ラメがキラッと光る感じがとても素敵です。深みのあるブルー寄りのパープルというところも大人っぽくて可愛いカラーですよね。続いて D のブーケカラーはピンクパール。こちらのカラーも反対に塗っている C と同様、ふんわりと高発色なベースに、パールによるツヤやラメによるきらめきなどはあまり感じないような質感ですね。はい、D のブーケカラーもこんな感じでした。反対に塗っている C と同様、パールによるツヤは感じない高発色なふんわりタイプで、さらにこちらの D のカラーにはラメ感もあまり感じられないタイプでした。そしてカラーはもう少しレッド寄りに発色するのかなという印象でしたが、まぶたの上に乗せてみるとレッド寄りのパープルといった印象で、こちらもとても大人っぽくて素敵なカラーです。02番のパープルパレットとはまた違ったニュアンスが楽しめそうです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後 E のブーケカラーはピンク、シルバー、ゴールドパール。こちらのカラーはパレットで見るとグレイッシュなカラーという印象ですが、まぶたの上に乗せてみるとこんな感じで、程よい深みはありますが、
シルバーのラメが効いているからか透明感もきちんとあってとても可愛いですね。ジルスチャートらしいカラーですが、なかなかない色出しなのでとてもいいアクセントになりそうです。最後 B のカラーはこんな感じでした。01番から03番までの E のカラーは比較的パレットの中でも発色がしっかりとしていて深みのある締め色になるようなカラーが多いイメージでしたが、今回の E のカラーはこんな感じで深みもありますがしっかりと透明感も感じられるようなカラーなので、このカラーをミディアムカラーとして使ってもとても可愛いんじゃないかなと思います。04番のパレットは全体的に大人っぽいパープルやモーブ系でまとまっている印象だったので、こちらのグレイッシュなカラーとの相性もとても良さそうです。E のカラー引きで見るとこんな感じです。それでは04番のカランディーバガーネット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のスフレブライトカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。続いて D のカラーをブラシに取って上まぶた全体にのせていきます。こちらのカラーはパールによるツヤやラメを感じないような高発色タイプでしたが、ベースに塗っている B のスフレブライトカラーにしっかりとしたラメを感じるので、このラメのベースとふんわりとしたカラーが組み合わされて絶妙なツヤがされていきます。続いて E のカラーをブラシに取って上まぶたの黒目の外側から目尻に向かって締め色として塗っていきます。さらに上からこちらの E のカラーを締め色として重ねることで深みのニュアンスとグレイッシュさを増していきます。付属のチップの太い面に C のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にラメをしっかりとのせていってそのまま付属のチップの一番細い面にも取って下まぶたにも重ねていきます。はい、04番カランディーバガーネット全色を使ったメイクが完成しました。今回しっかりと発色させた D のカラーが他のパレットのブーケカラーと比較してもかなりしっかりと発色をしてくれるタイプだったので、このカラーをメインに塗って上からニュアンスを足せるような E のカラーを締め色として使ったり、 A のジュエルブリンクカラーをしっかりと発色させてラメ感と立体感のある目元に仕上げてみました。やはり04番のパレットの A のジュエルブリンクカラーは他のパレットよりもさらに大粒のブルーパールを楽しめたので、かなり華やかなアイメイクに仕上がったなと思います。既存のアイシャドウパレットでここまで大粒のブルーパールはなかなか珍しいんじゃないかなという印象でした。ブルーパールや深みのパープルカラーなど透明感をアップさせてくれるアイシャドウがお好きな方におすすめなカラーです。引きで見るとこんな感じです。それでは最後05番の練りネクリスタルをご紹介していきます。まずは1色ずつまぶたの上で単色塗りをご紹介していきます。まず A のジュエルブリンクカラーは大粒ピンク、ブルー、グリーン、シルバー、ゴールドパール。こちらの A のカラーはこんな感じで微細なラメと大粒のラメがしっかりと輝く感じのジュエルブリンクカラーですね。はい、A のジュエルブリンクカラーはこんな感じでした。ほんのりピンクのニュアンスのベースにシルバーの微細ラメがしっかりときらめいた上にピンクやブルー、そしてグリーンなどの多色のラメがキラキラと輝くジュエルブリンクカラーでした。先ほどの04のジュエルブリンクカラーのような大粒のホロタイプという感じではないので、肌にも程よく馴染みつつラメも楽しめるような感じです。続いて B のスフレブライトカラーはピンク、シルバー、ゴールドパール。こちらのスフレブライトカラーはパールによるツヤ感と
微細なラメ、どちらも楽しめるタイプですね。大人っぽいベージュニュアンスのベースがついていて綺麗です。はい、B のスフレブライトカラーはこんな感じでした。かなり肌なじみはいいですが、落ち着いたベージュトーンのカラーがベースについていて、その上にかなり微細なラメ感を感じられるタイプです。こちらはしっとりとしたパールによるツヤ感がメインのスフレブライトカラーです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のブーケカラーはピンク、シルバーパール。こちらのブーケカラーはこんな感じで高発色でふんわりとしているベースに大粒のシルバーのラメがポイントで輝くようなタイプです。はい、C のブーケカラーはこんな感じでした。こちらは高発色でふんわりとした質感の上に大粒のシルバーのラメがアクセントでキラッと輝くようなブーケカラーでした。寒色寄りの明るめピンクで一気に目元を華やかに見せてくれます。続いて D のブーケカラーはピンク、ゴールドパール。B のカラーも反対に塗っている C と同様、ふんわりとした高発色のベースにラメが散りばめられているようなタイプですね。はい、D のカラーはこんな感じでした。こちらのブーケカラーも反対に塗っている C と同様、ふんわりとした高発色なベースに、こちらには微細なラメがキラキラと輝くようなタイプでした。カラーとしてはもう少しオレンジっぽい発色なのかなと思いましたが、反対に塗っている C の比較してみるとこんな感じで、意外とそこまでオレンジには寄らずに、少しレッドのニュアンスも感じるようなピンクといった発色です。どちらもパールによるツヤというよりは、ふんわりとしたベースの上にラメが輝くようなカラーなので、春先などにも使いやすそうなパレットなのかなという印象です。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後 E のブーケカラーはピンク、ゴールド、ブロンズパール。E のカラーはこんな感じで、こちらのカラーも C と D と同様のパールによるツヤは控えめで、ふんわりとしたベースにラメが感じられるようなカラーですね。05番のパレットは全体的にふんわりとした質感のパレットでした。はい、最後 E のカラーはこんな感じでした。ベースのカラー自体は暗すぎないミディアムブラウンといった感じの発色ですが、上から微細なピンクのラメが輝くので、角度によってピンクブラウンのニュアンスに感じるようなとても絶妙なカラーです。ふんわりとした質感の05番のパレットを重くならずに引き締めてくれそうなシメールかなと思います。E のカラー引きで見るとこんな感じです。それでは05番のネリネクリスタル全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のスフレブライトカラーを指に取ってアイホール全体に塗っていきます。続いて D のブーケカラーをブラシに取って上から重ねていきます。続いて E のブーケカラーをブラシに取って上まぶたの黒目の外側から目尻に向かってシメールとして入れていきます。絶妙なニュアンスのブラウンで締めることで自然なメリハリを作っていきます。続いて付属のチップの太い面に C のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていってそのまま付属のチップの一番細いタイプにも取って下まぶたのまつげの際にも入れていきます。はい、こんな感じで05番のネリネクリスタル全色を使ったメイクが完成しました。こ
ちらのパレットは締め色のブラウンにピンクのニュアンスが効いているところがとても可愛いなと思ったので、今回しっかりと発色させてみましたが、もう少しピンクブラウン寄りのメイクに仕上がるのかなという印象でしたが、全色を組み合わせるとこんな感じで、カラー説明の通りのピンクレッドのニュアンスが強まってとても可愛かったです。そしてやはり05番のパレットは単色塗りをした時も感じた通り、全体的にパールによるツヤというよりもふんわりとした高発色といった印象だったので、全色を組み合わせても一色一色がしっかりと引き立つようなふんわり感の上にジュエルブリンクカラーがアクセントになりました。ふんわりとした質感だったので春先にも可愛いかなと思いましたが、全色組み合わせると深みも出るので、これからの秋のシーズンにも活躍しそうです。木で見るとこんな感じです。それでは最後に今回ご紹介していったブルームクチュールアイズジュエルドブーケと以前から発売されていて人気のブルームクチュールアイズの違いについて比較していきたいと思います。今回の新作ジュエルドブーケタイプと通常のブルームクチュールアイズの大きな違いとしては、中央のカラーの質感です。新作のジュエルドブーケタイプはジュエルブリンクカラーという大粒ラメを感じられるパウダータイプですが、ブルームクチュールアイズはクリームタイプのベースカラーとなっています。今回は手持ちのカラーで一番似ているなと感じたジュエルドブーケタイプは03番のデイジートパース、ブルームクチュールタイプは20番のデイライトジニアを半眼ずつに塗って比較してみたいと思います。ではこちら側半分にはすでにジュエルドブーケタイプの03番でメイクをしている状態なので、反対側にブルームクチュールアイズの20番でメイクを仕上げていきたいと思います。まず中央のクリームベースを指に取ってアイホール全体に塗っていきます。こちらはしっとりとはしていますが軽さがあるタイプのクリームベースなので、いつまでもまぶたの上に油分感が残ってしまうということもなく使いやすいタイプです。ジュエルドブーケタイプはしっとりとしていて密着力の高いパウダータイプなので、まずベースの時点で質感が違いますよね。続いて B のカラーをアディクションのブラシに取ってアイホール全体にのせていきます。こちらのブルームクチュールアイズはこんな感じでベースにクリームタイプのプライマーを塗っていても発色はかなりナチュラルで柔らかい印象です。今回の新作ジュエルドブーケタイプはどのパレットも全体的にかなり発色がいいなと感じたので、より高発色のタイプがお好きな方はジュエルドブーケタイプがおすすめですが、よりふんわりとして柔らかい雰囲気に仕上げたい方はこちらのブルームクチュールタイプもおすすめです。続いて E のカラーをブラシに取って上まぶたの黒目の外側から目尻に向かって締め色として塗っていきます。クリームタイプのベースを塗っている分フィット感はありますが、ベースなしだとよりさらりとしていてナチュラルな発色という印象です。続いて付属のチップの太い面に B のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。最後に C のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。今回こちらのパレットの中で一番大粒のラメを感じるカラーを中心に重ねてみましたが、やはりジュエルドブーケタイプはジルスチャート史上最大の大粒パールを採用しているというだけあって、ブルームクチュールアイズのラメ感の方がよりナチュラルですよね。そのまま付属のチップの太い面にも取って下まぶた全体にものせていきます。はい、こんな感じでこちら側には新作のジュエルドブーケタイプ、反対側には定番のブルームクチュールアイズを使ってメイクをしてみました。まずこのくらいの距離で見ても新作のジュエルドブーケタイプは
しっかりと目元に陰影がついている高発色なタイプなのに対して、ブルームクチューライズは全体的に柔らかいニュアンスでまとまっている印象という違いが分かりやすいと思います。そして近くで見てもこんな感じで、発色についてはもちろんですが、カラー自体もどちらもオレンジニュアンスを感じるようなピンクオレンジ系のパレットですが、ジュエルドブーケタイプの方が深みも効いているような色出しなのに対して、ブルームクチューライズの方が全体的に柔らかいトーンでまとまっています。そして質感についてもこんな感じの違いで、ジュエルドブーケは高発色なふんわりとしたタイプの他にもツヤ感やラメ感による立体感も感じられるタイプで、ブルームクチューライズには全体的にふんわりと軽やかなベースの上に微細なラメが効いているような仕上がりというイメージです。より高発色でカラーを楽しみたいという方や、メリハリのある目元に仕上げたいという方はジュエルドブーケタイプがおすすめ。よりふんわりと柔らかくて明るいニュアンスに仕上げたいという方はブルームクチュールアイスがおすすめだなと思います。どちらもジルスチャートらしさが出ている仕上がりでとても可愛いですよね。はい、ではこんな感じで8月4日発売のジルスチャート新作アイシャドウブルームクチュールアイズジュエルドブーケの新色5色をご紹介していきました。今回通常のブルームクチュールアイズよりも大粒のラメによるきらめきが楽しめるということで、実際の質感などとても楽しみにしていましたが、まず通常のタイプよりもかなり高発色だったということと、ふんわりとした高発色カラーと大粒のラメによるきらめきを感じるカラーの他にも、パールによるしっとりとしたツヤを感じるカラーも入っていたところがとてもいいパレットだなと思いました。ジルスチャートらしい絶妙な色出しのまま高発色なタイプも楽しみたいという方にとてもぴったりなアイシャドウなので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。